こんにちは、クリプトです。ビットコインは再度12万ドルの攻防ですけど、久しぶりにアルトが全面的に強くなってます。ただ、アルト方面で結構大きいですね、そのネガティブなファンダも出てるんで、そちらも取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポチネガファンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在12万ドルの攻防となってます。指標の方では、米 CPI などがありました。で、米 CPI は前回以下でドル安、利下げ期待要因と。で、またトランプ大統領のパウエル議長を提訴するという発言もですね、一応利下げ期待要因として捉えられるのかなと思います。ドル円は 147.8 円台と下落、米株指数は続伸、ゴールドは現状維持という展開になってますね。で、個別株の方では各社第2四半期の決算報告が出てまして、まずサークルが総収益 6.5 億ドル、前年比プラス 53%。で、また USDC をガスに使用するステーブル決済特化の L1、アークの発表もしてます。株価は一時的に上がってますけども、最終はプラス 1.2% で終えてますね。で、あとはイートロが運用資産175億ドル、ビットファームズが収益7800万ドル、どちらも前年比大幅増となってます。ビットファームズがプラス 3.25% と強くなってます。あとトレジャリー関連ではパンテラキャピタルがトレジャリー企業に3億ドル投資したことを報告してます。対象はビットマイン、21キャピタル、DeFi デベロップメントコープなどですね、8社ほど対象とされてますね。あとはスマートウェブが 295BTC 買いますし、あと元180ライフサイエンスコップ、イーサゼラに関してはですね、ピーター・ティル氏が 7.5% 株式取得、また82,186イーサ保有を報告しています。株価もプラス206% で反応してますね。あとはビットマインが株式公開額を45億ドルから245億ドルに増額。DeFi デベロップメントコープがソラナのステーキングで1日あたり 6.3 万ドルの収益を得ていると報告をしています。どちらも上昇してますけど、DeFi デベロップメントコープはですね、プラス 18.3% と強くなっています。あとは日本のトレジャリー、メタプラネットが 518BTC 買いますし、ソーホイールは 18,113BTC となっています。で、また先ほど、ゲロビッチ社長の方からですね、取引終了後に決算報告すると、発表ありましたね。で、昨日の株価は、再度1000円割れとなってまして、で、一方、ホッタマル賞は一時440円つけてまして、デイリーでもプラス 43% で終えてます。で、今ほど日本市場取引開始となりましたけど、メタプラはマイナス、ホッタマル賞はプラスとなってますね。メタプラネットの講師の影響もあると思いますけど、やっぱりその時価総額の低い、また単価の低いホッタマル賞の方に資金が取られてる感はあるのかなと思いますね。こちらも本日も続伸するのか注目です。あと ETF 関連では、昨日の ETF はですね、現時点ではマイナス 0.45 億ドル相当、香港はゼロとなっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.32%、808億ドル相当、オーダーブックの状況としては、大きなものもなくですね、12万500あたりが目立っている状況となっています。今後の指標としては、8月13日に米週間石油在庫統計、8月14日に米 PPI7 月、米新規失業権申請係数、8月15日に米小売、米国企業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えています。で、ビットコインは12万ドルの攻防となってまして、時間足では抵抗をブレイクしたような形状になっています。で、指標も明日の米 PPI まで需要指標もないので、本日は上が優勢になりそうな気もしますね。この明後日の米小売まで直近高値の12万2000ドル超えられるかが焦点になりそうではあります。超えられないと、また11万7000ドルサポートが視野に入るのかなと思いますね。本日も続進できるのか注目です。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、
堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となってます。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサですね。イーサの価格は現在4600ドル、BTC だっては 0.0383、先物の方では大岩全体でプラス 10.68%、628億ドル相当、ETF は、現時点ではプラス 0.6 億ドル相当で、またこの前日はですね、プラス10億ドル記録してまして、これは1日の過去最高流入を更新してます。香港はゼロとなってますね。イーサ関連の話題では CME の7月の月間取引量が1180億ドルで、また OI も 52.1 億ドル到達となってまして、過去最高更新となってます。ここ最近のイーサの盛り上がりが反映された結果となってますね。あと昨日、イーサの開発者、フェテツインターンがトルコで拘束されたという話を取り上げましたけども、今回無事釈放となってます。で、これも見方によっては、イーサの警戒要素の一つだったのかなと思うんですけど、今回解消となってますね。で、昨日ですね、BTC 建てが 0.037 で、一旦折れてて、カップの縁あたりなんで、0.033 まで調整してから、再度続伸期待したいみたいな話しましたけど、OI もかなり増加してまして、価格も出入りでプラス 7.3%、現在 0.038 突破してます。で、次は節目の 0.04 が視野に入ってますけども、週足レベルで見るとですね、この 0.04 は結構大きな抵抗になりそうなんですよね。で、アップグレードも延期示唆ありましたんで、期待としては イーサ ETF のステーキング承認あたりだと思うんですけど、こちらも 0.04 突破できるのか注目です。あとその他の動向では、ストライプとパラダイムが提携して決済特化の L1 店舗を開発、先ほどの、サークルもそうですけど、あとテザーとかもですね、決済特化チェーンの立ち上げが目立ってますね。で、あとこれも先日取り上げましたけど、ドゥコンがテラ裁判で電信詐欺と共謀詐欺の2件で有罪を認めてます。ルナショックから数百億ドルの損失を発生させたということで、刑事告訴されて裁判に発展しましたけども、そこから約2年半で有罪となってますね。懲役25年の可能性があるということで、今後の量刑も注目されてます。で、ルナとランクはですね、お構いなしに若干上がってますけど、このルナソードも一旦落ち着いた展開となってますね。あと、アルト関連では、これはちょっと各所で数値が様々で出てるんですけど、アーブの TBL が急増しているのが注目されてます。で、DeFi の TBL 増加はですね、市場としても強気になってると見れるんで、プラス要因ですね。アーブのトークンもプラス 9.0% と強くなってます。で、あとはグレイスケールが水のディープとワルのトラストを提供開始。で、本体の水も強いですけど、対象のディープはプラス 14.9%、ワルもプラス 7.7% と強くなってます。あと個人的に大きな問題だなと思ったのは、やっぱりモネロのハッシュレート 50% ダッシュの件ですね。今回キュービックがモネロのハッシュレートを 50% 取得したと発表して界隈でも話題になってます。で、これ何がやばいかっていうのをね、ちょっと簡単に説明すると、まず通常のプルフ・オブ・ワークを採用したチェーンっていうのは、複数のマイナーが取引を検証して、多数決でこの取引を承認するかどうかを決めるという仕組みになってるんで、ある一つの団体の意向でですね、チェーンの決定が左右されない。よく言われるこれが非中央集権的な分散性のある仕組みということで評価されてるんですけど、今回のキュービックのようにですね、ある一つのところがハッシュレートの 51% を占拠してしまうと、多数決で絶対に勝つ状況になってしまうんで、取引の改ざんが好き放題できてしまうんですね。過去に送金したはずなのに送られてないとか、そういうことができてしまうんで問題視されています。で、キュービックはハッシュレートを 50% 取得したという発表しかしてないんですけど、実際 50% 攻撃が成立する状況にはなってるんで、モデルに関しては現在警戒が走って価格も下落してるといった状況ですね。で、最近だと、ビットコインに関してはですね、もう時価総額が2兆ドル超えてて、この 51% 掌握がほぼ不可能とされてるんで、51% 攻撃の懸念がほぼないと見られてるんですけど、今回 50%
達成されたモネロって、時価総額41位で結構上位なんですよね。なので、その他のプルフ・オブ・ワーク採用したアルトとかも、警戒が走る要因になりそうだなと思います。過去にやられたイークラとか、あと他の匿名系、Z キャッシュとかダッシュとか、ちょっと古いですけど、そういうところも警戒されそうだなと思いますね。で、モネロは、他のアルトが強い中ですね、比較的弱くなってます。楽観フェーズでの、かなりネガティブなファンドですけども、こちらも解消できるのか注目ですね。あと、アルトのチャート的には、ソラナが強くなってます。デイリーでプラス 9.90%、190ドル突破してますね。で、日足ではサポートあたりでの反発、次は節目の200ドルが抵抗になってますけど、突破できるのか注目ですね。あとは XRP ですね。こちらも反発してますけども、上値は更新できてない状態です。日足で見ると、8月20日以降、後半が分岐転換点になってるんで、3ドルキープしたままですね、上抜けできるのか注目です。今日はこのとこですかね。モネロの動きで、一気に不穏な空気になってますけど、何事もなく風化することに期待したいですね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。